こんにちは。ドラゴンを滑る者、春日部紬です。伝説デッキが流行っているので、5C でドラゴンはどうかということで今回は 5C 伝説ドラゴンを使っていきます。もう響きから強そうな感じしかしないよな。ちなみに動画編集中にまた新しく流行りそうなディミーアカラーのデッキが出てきたようで、スタンは乱世ですね。お相手は多分バントコンですね。基本ランプリですがサレアでうまいこと書道を送らせられてます。次のターンは集団失踪を考えてラタドラビッグからいきます。お相手5マナ目も構えて5のようです。お相手の対処のルートとして考えられるのはサレアを取って国別、またはラタドラビッグを取って集団失踪かな。何にせよこちらはアーテイを構えていけば良さそうです。ここ計算ミス、グーエナも殴ってよかったですね。放浪王は止めておきますか。復活したアーテイで放浪スメラギを打ち消します。今のところただの5C人間なんだけど大丈夫かな。お相手メインで運命的不在、対象はラタドラビッグということは国別はないようですね。こちらはエンドに手がかりを探って1ドロー。次のターン集団失踪を打たれてもいいように青からキャストしましょう。グーエナがアンタックされてプラス1カウンターが乗ります。そして3体でアタック。お相手第3の道の機構ということは集団失踪もなかったようですね。盤面ほぼ勝ってますが一応ジアトラ出してみますか。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。次こそはドラゴンのいいところをお見せします。2戦目対戦よろしくお願いします。お相手これはセレズニアエンチャントですね。こちらの除去は非常に限定的なので相手が回り出す前に勝ち切りたいところです。こちらはサレアを引けました。先ほどに続いて人間が大活躍しそうです。お相手タップインから動かずターンエンド。こちらは爪のライバスをキャストします。お相手の悩み方を見るに除去は持ってそうな気がします。でかいのが出てきたら止めようってことかな。お相手どうせ追放だから PIG は使えないのでまずは王からキャストします。神聖なる憑依をキャスト。こちらがゆったりなので最大限アドを取れる動きですかね。こちらはアーテイを引いたので勝ちのルートがほぼ見えました。青でアタックして残り14点。そしてジアトラをキャスト。エンドに青を投げて顔を焼きます。青の PIG は4マナ以下踏み倒し、あんまり強くないですがラトスタイン王を出しますか。そして宝物が3個出るのでここでアーテイが構えられてるんですね。お相手借り始めの時間をキャスト。ここは当然アーテイで止めます。お相手さらに気前のいい訪問者をキャストし、ここで投了。対戦ありがとうございました。次のターンに墓地から青をキャストして投げたら勝ちですね。対戦よろしくお願いします。これは緑が出ないのでマリガン。これは初動遅いですがマナは出そうですね。森ですか。お相手から珍しいカードがプレイされました。こちらは緑が引けたの大きいですね。グルールですか。ちょっと止まってるので稲妻の一撃はありそうです。ライバスは取られたくないのでちょうど良かったです。こちらはラノワールの浄土語りをキャスト。マナクリは見たら焼けですね。お相手さらに白い土地ナヤーグロとか。お相手とボラーをキャスト。除去が少ないのでかなり面倒です。こちらは除去確認とトボラー止めようにラトスタイン王からキャストします。お相手4マナ目からアタックは受けます。これで稲妻の一撃とかならまだ優しい動きです。お相手アーリンをキャスト。これが優しくない動きです。マイナス2で狼トークン2体生成します。タップ処理から爪のライバスをキャスト。トボラーのこの能力がきついんですよね。アーリンは0から
フルパンじゃなくて本当に良かった。トボラーの能力起動したら結構マナ削れるので、ここは昆虫を差し出して使ってもらえますか。お相手トボラーの能力を X1 で起動。誘発で2ドローされます。なんか止まってるので守るカードは持ってそうです。こちらは宝物からマナを出して焼却するもの、ジアトラをキャストします。とりあえずジアトラとライバズが定着すれば、こちらにもまだ返す余地が生まれるはずです。エンドに昆虫をサクって1点火力。対象はアーリンです。これで宝物3個もらえるのぶっ壊れですね。さすが6マナの伝説だけあります。お相手粗暴な聖戦士をキャスト。なるほど、このための城ですね。そしてそのまま動かずターンエンド。これはよく忘れるやつですね。ラトスタインオーが墓地を肥やしてくれるのでライバズと合わせて実質にドローなのが偉い。こちらはアツシをキャストします。昼夜入れ替えを考えてサリアはやめておきます。アツシは投げるつもりなのでここは殴れないかな。エンドステップにアツシを投げます。対象は当然トボラーですね。お相手タミヨウの保管をキャスト。嫌ですが除去もたれてるよりはマシです。アツシの PIG はいまいちですが不要パイを弾いてもらったと思えば、お相手アーリンをキャスト。自分もたまにやらかしますが PW の中精度能力は置いたらすぐ使いましょう。そして2体目の聖戦士。次のターンにアーリンが取られますが昼夜入れ替えのためにしぶしぶといった感じですかね。お相手のアーリン渡すにを起動。そのまま動きはなくターンエンド。粗暴な聖戦士が裏返って2体誘発します。ジアトラの方は英雄の交友地で守りましょう。墓地から出し直ししてるとテンポが悪いです。こちらは墓地からアツシをキャスト。鉄砲玉復活です。もったいないからついでにグエナもキャストします。ジアトラでアーリンにアタックします。そしてエンドステップにアツシを投げます。対象は当然トボラーでラタドラビックがめくれますが時すでにアツシ。お相手トボラーをキャストし狼トークン2体でアタック。何か構えてるかもしれませんがここは素直に受けます。とりあえず何もなかったようで一安心。こちらはまずラタドラビックをキャストし一応交友地は立たせておきますか。グエナからマナを出していたら無用な心配だったわけですが、ついでにサリアもキャストします。これで殴ってエンドにライバス投げてトボラー破壊かな。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。4戦目対戦よろしくお願いします。こちらの初手はあと1枚土地が来れば十分なスターターセットですね。こちらはまずラノワールの浄土語りをキャスト。お相手カイレクシアの宣教師をキャスト。ちょっと前に流行ったけど最近見なくなりましたね。こちらはジョダーを引いたのでグエナからキャストします。お相手エスパーカラーレジェンズ対決ですかね。そのまま構えてエンド。こちらはまずジョダーをキャスト。打ち消しなら嫌ですが除去構えならギリギリ許せます。通りました。続いてライブアズをキャスト。4ターン目に8マナ使ってますね。お相手ここで除去しますがジョダーの誘発の続賞は止まりません。これを相手除去なくて4マナ目があったら大変なことになってましたね。お相手メインで放浪王をキャスト。先のターンに暴れ散らしたグエナを取ります。でもこちらはライバスの方が重要なのでセーフ。こちらは焼却するものジアトラをキャストします。エンドに浄土語りを投げて放浪王を取ります。浄土語りくん今後は宝物としてマナを出していってください。お相手王をキャスト。これは除去が切れましたね。今のところだいぶ有利ですが
強いて言えば追加のドラゴンが欲しい。こちらはジアトラでアタックします。お相手青腕チャンプ。青の誘発をアーテイで打ち消せるのですが、当たりか外れかくらいは見た方がいいかな。と思ったら大当たりでした。ここはアーテイを構えてエンドステップに進みますか。しょうがないのでフォーローウォーのマイナスをアーテイで打ち消します。能力も対象に取れるのは地味ながら強いところですね。そしてすぐさまアーテイを投げてフォーローウォーを取ります。お相手シオルドレッドをキャストからのしつこい負け犬をキャスト。ちょっと古い形のエスパーミッドって感じですね。そしてそのままターンエンド。おっと、これは試合終了の完璧な1枚。まずジョダーをキャスト。ゴロゴロで速攻つけて殴ってもいいですが、もっとスマートな勝ち方がありますね。ジョダーの能力誘発は特に意味がないですが当たりでした。そしてジアトラ単体でアタック。12点入って残り8点。エンドにブエナを投げて8点。これでぴったりサルですね。対戦ありがとうございました。ということで欲しい伝説ドラゴンでした。いやドラゴンかっこいいですね。実は前に投稿したドラゴンデッキより以前に作ってたのですが、ろくに回さず放置されてたんですよね。なんとなく引っ張り出してきてプレイしてたら結構勝てて驚いてます。デッキの構造としてはシンプルで、序盤はマナ加速とサリアで相手の妨害、中盤以降はひたすらデカブツを投げつつラタドラビックやアーテイで除去のケアをする形ですね。今回の主役はこのジアトラです。毎ターン投げ飛ばしつつ3個の宝物を生成します。もともとライバズ、上川ドラゴン、ジアトラの組み合わせはかなり強いと思うんですが、周りをどうするかってのはもっぱらの悩みでした。そこで残りのパーツを欲しい人間から持ってきたらどうかというのが最初の発想ですね。考えてみるとジョダーのパワー増加は投げ飛ばしの弾には最適だし、ジアトラ自体が6マナなので属性で色々出せるし、合わせてみるとかなり相性のいい2枚に感じました。このデッキの強さですが、なかなかいけるんじゃないかな。ミシックでも勝ち越しまではいけそうです。そもそも欲しい人間自体が実は結構勝てるんですが、それに比べるとライフゲイン要素がないのがちょっと気になるところ。ドラゴン要素を減らしてデニックを入れるとかが本当は丸いかもしれませんね。ちょっと高マナ対デブすぎるし、土地については部族ランドを入れるかどうか問題があります。ただちょっとばらつきすぎで安定感に欠けるかなと思って入れてません。この辺りのマナベースの不安定さが欲しい人間には負けるところですが、ジョダーを出したターンに回避能力持ちのドラゴンで一気に試合を終わらせられるのは明確な強み。次のセットは地上のデカブツが増えるため、遅いデッキでも地上を突破するのが難しくなりそうですが、その分回避能力の評価が上がってドラゴンデッキが出てきたりしないですかね。ということで説明は以上です。いつもコメント、いいね、報告、フォロー等ありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録者が無事1000人突破しました。いつも本当にありがとうございます。これからも頑張って動画作っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いします。ではまた次回をお楽しみに。バイバイ。